皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェようこそ。店長のうさぎです。皆さんこんにちは。常連客のたくやです。うさぎ店長、今日もよろしくお願いします。たくやさんいらっしゃいませ。この番組では日本語学習者の皆さんにわかりやすい日本語で文化や日常をお届けしています。ところで今日のカフェはなんだかすごく香ばしいいい香りがしますね。よく気づいてくれましたね。今日は特別にお茶をご用意したんですよ。お茶ですか。一口飲むだけで体も心もじんわりとリラックスしていくのがわかります。よかったです。温かいお茶を飲むとお腹の中から温まってほっとしますよね。本当にそうですね。ところで今日のお茶には何か特別な理由があるんですか？そうなんです。今日のテーマが日本人の健康方法なので、体が温まるお茶を選びました。なるほど。健康ですか。今回は食べ物と睡眠に関する健康方法についてじっくりお話ししますね。海外の友人からも日本の食事は健康的だと言われますが、具体的な工夫をぜひ知りたいです。ではまず最初に腸活についてお話ししましょう。腸活ですか。テレビのニュースや雑誌の表紙でよく見かける言葉ですね。そうですね。拓也さんはこの言葉からどんなことをイメージしますか？具体的にお腹の調子を良くすることというイメージで合っていますか？大正解です。体の中にある腸の中にいる良い菌を増やして環境を整えて健康になろうという活動のことです。なるほど。ただお腹を痛くしないだけではないんですね。そうなんです。腸をきれいに保つと免疫力が上がったり肌がきれいになったりするんですよ。体全体の元気につながっているんですね。実は私の身近にも腸活を意識している人がいるんです。へえ、身近にいらっしゃるんですね。それはどなたですか？僕の会社の先輩なんです。以前はなんだか体がだるい、よく風邪をひくと悩んでいました。体調がすっきりしない時期ってありますよね。先輩はどうされたんですか？お医者さんに勧められて、朝ごはんに必ず納豆とヨーグルトを食べるようにしたそうです。わあ、毎朝欠かさずに食べるのはまさに王道の腸活ですね。最初は大変そうでしたが、3ヶ月続けたら驚くほど肌がツヤツヤになって、朝もすっきり起きられるそうです。素晴らしいですね。近くでその変化を見ると食べ物の力の凄さを実感しますよね。本当にそう思いました。日本には納豆以外にも腸にいい食べ物がたくさんありますよね。はい。味噌、梅干し、醤油、みりん、お漬物といった発酵食品が豊富です。これらはすべて腸の中のいい菌を元気にしてくれる食べ物なんですね。その通りです。日本人が昔から普通に食べてきた和食そのものが最高の腸活メニューなんですよ。特別なサプリメントを買わなくても、日常の食事の中に健康の秘密があったんですね。毎日の朝ごはんにお味噌汁と納豆、お漬物を添えるだけで完璧な健康食になりますからね。日本人が長寿だと言われる理由が、この発酵食品の文化にあるのがよくわかりました。腸にいいものを食べることも大切ですが、もう一つ大切な食べ方のルールがあります。食べる内容だけじゃなくて、食べ方にもルールがあるんですか？はい、それが昔から日本で大切にされている腹八分目です。その言葉は聞いたことがあります。でも僕はいつもお腹いっぱい食べちゃいます。ラーメンやカレーは大盛りにしてお腹パンパンになるまで食べたくなりますよね。そうなんです。もう一歩も歩けないという満腹感が最高の幸せだと思っていました。その気持ちもわかりますが、食事をするときにお腹がいっぱいになる少し前、つまりだいたい8割くらいの満足感のところで食べるのをやめるのがいいんですよ。お腹が8割のところでストップするなんて、僕にはかなりの強い意志が必要そうです。そうですよね。慣れるまでは少しコツがいりますし、実は私にも苦い経験があるんです。うさぎ店長にもそんな経験があるんですか？昔、友達とホテルのスイーツバイキングに行って、嬉しくて全種類をお皿に乗せたんです。スイーツバイキングは魅力的ですからね。お腹いっぱい食べちゃいますよね。はい、お腹がはち切れそうなほど食べたのですが、帰り道にどんどんお腹が苦しくなってしまって、せっかくの美味しいケーキだったのに、それは大変でしたね。
夜は胃が痛くて眠れず、次の日も体が重くて仕事に全く集中できなかったんです。なるほど。美味しい思い出がちょっと苦しい思い出になってしまったんですね。その時に、美味しいものはもっと食べたいと思うところでやめるのが一番だと身に染みました。それからは具体的にどんな工夫をされているんですか？食事の途中でゆっくりお茶を飲んだり、よく噛んで時間をかけてお腹の声を聞くようにしています。お腹の声を聞くですか。実は私、その腹八分目の効果を先週偶然体験したんです。そうなんですか？どんな体験だったのかぜひ教えてください。先週のランチで時間がなくて、いつもなら大盛りにするラーメンを普通盛りにしたんです。少し物足りないかなと思いながら食べたわけですね。はい。でも午後からの仕事中にいつもなら襲ってくる眠気が全く起きなかったんです。頭がずっとすっきりしていて、夕方まで集中して仕事ができたんですね。そうなんです。これが腹八分目の効果なのかなと思ったのですが、どうですか？まさにその通りです。お腹いっぱい食べると、体は消化のためにたくさんのエネルギーを使います。エネルギーが消化に使われるから脳に血液がいかなくなって眠くなるんですね。正解です。食事を8割に抑えることで胃腸の負担が減って、午後からも元気に動けるんですよ。科学的にも本当に正しいことだったんですね。そうですね。これからは大盛りを頼む前に少しお腹と相談してみるといいかもしれません。はい。最初は物足りなくても少し時間が経てばちょうど良い満腹感がやってきそうです。その通りです。最近の日本ではこれらを組み合わせた新しい食生活のスタイルも注目されていますよ。新しいスタイルですか？伝統的な健康法が現代風に進化しているんですね。例えば、1日のうち16時間だけ食事を取らない時間を作るプチ断食などがあります。週末に発酵食品や野菜スープだけを食べて胃腸を休ませるというのも聞いたことがあります。よく知っていますね。あえて食べない時間を作って、毎日働く胃や腸をゆっくり休ませるわけです。現代は美味しいものがあふれていて、いつでも食べられるからこそ引き算が大切なんですね。そうなんです。意識的に食べない時間を作ることが現代の最高のセルフケアになります。今日の話を聞いていたら、僕も今すぐ食生活を変えたくなってきました。やる気満点ですね。まずはどんなことから始めてみますか？まずは明日の朝、コンビニでいつもの菓子パンを買うのをやめて、納豆とお味噌汁にしてみます。それは素晴らしい一歩ですね。小さな変化でも毎日続けることで体は必ず応えてくれますよ。はい、無理をせずに自分のペースで楽しんで続けていこうと思います。そういえば最近しっかりお風呂に入っていますか？実は一人暮らしを始めてからずっとシャワーだけで済ませているんですよね。シャワーだけですか。お湯をためるのがめんどくさかったりしますか？そうなんですよ。お湯をためるのも時間がかかるし、お風呂の掃除も面倒で。なるほど。特に夏なんて暑いからさっと済ませたくなりますよね。そうなんです。さっとシャワーを浴びてすぐ冷たいビールを飲むのが最高で。その気持ちはよくわかります。でも日本の入浴文化は本当にすごいんですよ。海外の人からもよく言われますよね。ただお湯に浸かるだけでそんなに違うんですか？全然違いますよ。お湯に肩まで浸かると体にいい効果がたくさんあるんです。血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれて、心身ともに深いリラックス状態になりますよ。へえ、血行が良くなってリラックスできるんですね。温泉みたいな感じですか？まさにその通りです。実は私、毎日のお風呂時間をすごく大切にしているんです。うさぎ店長はお家のお風呂でどんな工夫をしているんですか？私はパソコン作業をしていると肩や首がガチガチになるんです。僕もデスクワークなのでわかります。目が疲れたり肩が凝ったりしますよね。そうなんです。だからある日ちょっと贅沢をして森の香りの入浴剤を買ってみたんです。入浴剤ですか。いろいろな種類がありますよね。お風呂の電気を少し暗くして
お湯にゆっくり浸かってみたんです。わあ、おしゃれですね。やっぱりリラックスできましたか？もう本当に天国みたいでした。深呼吸すると森の香りが広がって肩の力が抜けました。いいですね。シャワーだけだと、ほっとする感覚はなかなか味わえないです。そうなんですよ。お風呂から上がった後もずっと手足がポカポカしていました。体が温まると、その後の睡眠にも良さそうですね。大正解です。その日はベッドに入ってなんと5分くらいで眠りに落ちちゃいました。5分ですか？それはすごい。私はベッドに入ってから1時間くらい眠れません。次の日の朝も背中に羽が生えたみたいに体が軽かったんですよ。拓也さんもぜひ試してほしいです。羽が生えたみたいにですか。それは今日にでもお湯を溜めてみたくなりますね。ぜひ試してください。このお風呂の習慣は睡眠の質に深く関係しているんです。最近よく睡眠の質って聞きます。たくさん寝るだけじゃダメなんですか？そうなんです。今の日本人は世界的に見ても睡眠時間が短いと言われているんですよ。確かにみんな夜遅くまで仕事をしたりスマホを見たりしていますよね。だからたくさん寝ているのに疲れが取れないという人がすごく多いんです。まさに今の私と同じ状態ですね。何かいい解決策はあるんでしょうか？そうですね。最近のトレンドだとスマートフォンの睡眠アプリが人気です。枕元にスマホを置いて寝るだけで何がわかるんですか？自分が寝ている間にどれくらい深く眠れているかをグラフにして教えてくれるんです。へえ、寝返りの回数とか途中で目が覚めた回数とかもわかるんですか？わかりますよ。マイクで寝返りや呼吸の音を拾って分析しているみたいです。スマホって本当に頭が良いですね。うさぎ店長もそのアプリを使っているんですか？私は使っていないんですが、私の友人が寝ても疲れが取れないと言って使い始めたんです。アプリを使って何か新しい発見はありましたか？それが朝起きてアプリの記録を見たら夜中に録音データが残っていたそうなんです。録音データ、もしかしていびきとかですか？いいえ、友達の声ではっきりとその書類明日までに提出しておきますって入っていたんです。夢の中でも仕事の電話をしていたんですね。そうなんです。夜中の3時くらいにすごく真面目な声で寝言を言っていたらしくて。それは疲れが取れないわけですね。夢の中でも休めていないじゃないですか。友人もそれを見て自分は寝ている間も仕事のプレッシャーがあるんだと気づいたそうです。自分の睡眠をデータとして客観的に見ることってすごく大切ですね。そうですね。それから友人は寝る前の1時間はスマホで仕事のメールを見るのをやめたんです。スマホを見る代わりにどんなことをして過ごしているんですか？好きな音楽を聴いたり、温かい飲み物を飲んで脳をリラックスさせる時間を作っているそうです。なるほど。私もベッドに入ってから暗い部屋でずっと動画を見てしまうので反省です。暗い部屋でのスマホは脳が昼間だと勘違いしちゃうので睡眠の質が下がっちゃいますよ。うわ、まさにそれですね。僕の疲れの原因は寝る前のスマホ動画かもしれません。今日から寝る前のスマホをやめて睡眠アプリをセットして寝てみませんか？いいですね。もし僕の寝言が録音されていたら次回のカフェで報告します。楽しみにしていますね。お風呂にゆっくり浸かってスマホを置いてぐっすり寝る、最高の健康法ですね。はい。特別なことをしなくても毎日少しだけ自分をいたわってあげることが大切です。本当にそうですね。今日は帰ったらまずお風呂に入ることから始めます。素晴らしいですね。きっと明日の朝は驚くほどすっきり目覚められますよ。リスナーの皆さんの国にはどんな健康方法があるかも気になりますね。そうですね。体にいい食べ物やよく眠るための工夫などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのコメントを楽しみに待っています。それでは今日のうさぎちゃんの日本語カフェはここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。